経験豊富な臨床試験のプロにとってはペインスケールを使うのは簡単なことかもしれませんが、スケールを初めて見る被験者にとってはそれは非常に複雑に思えるかもしれません。ですから被験者は治験プロトコルで必要とされるペインスケールの正しい使い方を学習する必要があります。そのためにはまず試験中に何が起こるかを患者に説明し、それから試験の手順を説明します。当社は正確さの前にまず明確さが必要であると考えています。試験中に何が起こるかを説明するためのビデオには4つのモジュールがあります。その1つをご紹介しましょう。プラセボ対象試験ではプラセボを与えられた大方の患者にいくらかの痛みの改善が見られるということが知られています。治験が成功とされるには実薬を与えられた被験者にプラセボを与えられた被験者よりも良い結果が見られなくてはなりません。ですからこのプラセボ反応と呼ばれる現象をできるだけ少なくすることが重要です。考えてみればプラセボを与えられた患者の症状に改善が見られるというのは不思議なことです。論理的に考えれば砂糖でできた錠剤を飲んでも良くなるはずがないのですが、でも実際に良くなるのです。その理由はよく分かっていませんが、2つの可能性が考えられると思います。一つは患者がそれまでの経験に照らして治験薬が効くものと思い込んでいるということです。これをシュガーピル効果と言います。つまり薬を飲んだ患者はその薬が効くと考え、それによってなぜかちょっと気分が良くなるのです。もう一つの可能性は被験者が気を使っているということです。医師や試験のスタッフを喜ばせ、自分に親切にしてくれる研究チームを応援しようと気を使うのです。そこで担当の医師に具合はどうですかと聞かれると、患者はちょっといいようですと答えます。そういえば医師や研究チームの人が喜ぶと思うからです。何しろプラセボというのはラテン語で喜ばせるという意味の言葉なのです。けれども研究チームは患者が飲んでいるのがプラセボであるかどうかは知りませんし、あなた自身も自分がプラセボを飲んでいるかどうかは分かりません。ですから心配する必要はありません。とにかくできるだけ正直に答えましょう。ポジティブなことを言わなければとプレッシャーを感じる必要はありません。焦らずに正確に答えてください。そうすることが一番良い試験結果につながるのです。あなたの答えには正解も不正解もありません。試験手順の説明は5つのモジュールに分かれています。その1つをご紹介しましょう。痛みに関する試験ではほとんどの場合、あなたがどれくらいの痛みを感じているかを0から10までのスケールを使って答えなくてはなりません。問題は痛みというのは主観的なもので、痛みの感じ方は人によって違うという点です。私たちはまず試験を始める前に被験者と話し合って、0から10という数字が何を意味するかの共通認識を持たせていただきます。この試験では次のように定義したいと思います。0から10のうち0というのは痛みが全くない状態、10は想像しうる最悪の痛みです。0から3までは軽度の痛みで不快ですし痛みはありますが、とても辛いというほどではありませんし、やりたいことができなくなるわけでもありません。この程度の痛みでは必ずしも薬を飲みたいとも思わないでしょう。4から6までは中程度の痛みです。辛いと感じる痛みで集中が妨げられます。言い換えればこの程度の痛みがあると痛みを無視することは難しいでしょう。薬を飲むか何か他の処置を講じて痛みを止めたくなります。かなり不快な痛みです。そして7以上を激しい痛みと呼びます。痛みがスケール上7から10だとしたら、それは痛みが非常に強くて我慢できないほどだということです。激しい痛みがあると集中できないどころか、その痛みのこと以外何も考えられなくなります。その痛みを無視することはできず、あなたは不安になるでしょう。そうなれば痛みを抑えるために薬が欲しくなりますし、薬を飲む必要があります。あなたはおそらくこの痛みを止めるための薬が今すぐ必要だと考えることでしょう。これがモジュールの一覧です。私たちが患者の教育に使うテクニックとその有効性を裏付けるデータについてより詳細にお知りになりたい場合はご連絡ください。